いま。おじいちゃん、何してるの？おう、こっちゃんおかえり。CPAP が届いたんだ。ああ、前に病院行ってたやつだ。睡眠時無呼吸症候群の。そう。なんか説明が難しくてさっぱりわからん。私読んでみる。おう、そうか。どうだ、わかるか？なるほどね。完璧。というわけで、これから CPAP 装置スリープケアの使用方法をご説明します。早っ、天才か？睡眠時無呼吸症候群は、寝ている時に何らかの原因で気道が塞がることにより起こることが多いの。気づくと睡眠不足だ。おじいちゃんはいつも早起きだし、体も全然休まらないよね。そうなんだ。 CPAP は鼻に圧力がかかった空気を送ることで、塞がっている気道を風圧で押し広げるっていう役割があるの。なるほど。 CPAP は睡眠時無呼吸症候群を感知させるのではなく、症状を起こさせないために使うんだな。おじいちゃん天才。まずは構成品が全て揃っているかの確認よ。不足があった場合は問い合わせないといけないからね。いい？バッチリだ。じゃあまずは AC アダプタと電源コードを接続し、装置背面に差し込んだらコンセントに接続してみて。よし。次に CPAP の背面にチューブを接続してみて。よし。じゃあいよいよマスクの装着です。マスクはシリコン部分で鼻だけを覆って、鼻に直接空気が入るように装着してね。おでこの方からマジックテープで調整してみて。左右対称になるように調整して、できたらほっぺたの方も左右対称になるように調整する。よし。ヘッドギアは強く締めすぎても緩すぎても空気漏れの原因になるから、調整の際は注意してね。ほっぺたに指が1本入るくらいが目安かな。マスクには呼気ポートと呼ばれる吐いた息や吸い込みきれなかった風を逃がす穴があるんだけど、寝ている間この呼気ポートは塞がないように注意してね。マスクとチューブを接続して、これで準備は完了。治療を始める前に呼吸のポイントを2つ伝えるね。1つ目は口を閉じて鼻で呼吸をすること。口を開けると勢いよく風が流れて苦しくなっちゃうからね。なんかちょっと口開いちゃうね。どうしても口が開いちゃうときは、ドラッグストアとかで買えるいびき対策テープを使うか、開口対策バンドっていうのがあるから、 CPAP のサポート会社にお問い合わせください。2つ目は吸いすぎないこと。空気が鼻から入ってくるから、ゆっくりしっかり鼻から吐き切ることがポイントだよ。大丈夫そうだね。以上2つのポイントを踏まえて治療を始めるよ。機器のオン・オフボタンを押すと送風が始まって治療開始。設定によっては鼻呼吸するだけで自動的に送風が開始する場合もあるみたい。じゃあ実際に風を出して呼吸をしてみて。この数字ね。治療中は今送られている空気の圧力が表示されるの。この圧力は寝ている間にいびきや無呼吸を検知して自動的に変化するよ。だから表示される数字が変わることがあるけど、それは正常な動きだからね。ランプね。ランプとは処方圧力よりも低い圧力で始め、徐々に圧力を上昇させ、ランプ時間内に処方圧力まで達成させる機能のことだよ。空気漏れてる。鼻の付け根とかほっぺたから空気が漏れたりすると、皮膚トラブルが起きたり、失
必要以上の圧力上昇が起こって快適に使えなくなっちゃうから、必要に応じてヘッドギアの調整をしてね。ああ、鼻先の呼気ポートから出ている風は問題ないから気にしないで。じゃあちょっと横になってみて。寝ている間、風圧が上がって苦しくなった時はオン・オフボタンを押して風を止めて、もう一回押して再度送風を開始すると一番低い風圧から始められるよ。慣れるまで少し時間がかかるかもだけど、治療のためだから頑張ってね。で、治療を終了するときは治療開始の時と同じようにオン・オフボタンを押して送風を止める。設定によってはマスクを外すと自動的に送風が停止する場合もあるみたい。あ、ダメ。マスクの付け外しは左右にあるクリップを使うの。調整用のマジックテープで付け外しをするとマジックテープが劣化しちゃうでしょ。ああ、これは先に言われんとわからんな。ごめん。治療が終わった後、SD カードに使用データの書き込みをして、そのデータはクラウドソフトに自動で送信されるよ。これはすごいな。ありがとうございます。感謝。だけど遠隔で CPAP の設定変更をした時に電源コードがつながっていないとうまく設定変更が反映されないから、電源コードは抜かないようにしてね。わかった。 CPAP 本体にデータが保存されているから、万が一データアップロードがうまくいかなくてもデータが消えてしまうことはないから安心してね。本体に SD カードも入ってるからそのまま使ってね。わかった。使ってみてどうだった？ああ、そうだな。呼吸は普通にできるし大したもんだ。風が強くて喉が乾燥してるって感じたり、ちょっと痛いなって感じたりしてない？言われてみれば確かに。じゃあ次は加温加湿器の説明だね。加温加湿器？詳しくは次の章で。というわけで、これから加温加湿器の説明を始めるね。CPAP を使うと鼻、口、喉に乾燥や痛みを感じるんだ。それは送風による乾燥の影響だよ。鼻詰まりや鼻水などの鼻症状が起きちゃうこともあるから、そんな時は加温加湿器の使用が効果的。で、加温加湿器はどこにあるんだ？ボタンを押したら CPAP 本体から水タンクを取り出せるよ。ここに水を入れるのか。そう、蓋を開けてマックスの線まで水を入れるんだけど、この時おじいちゃん、水タンク毎日洗える？それはばあさんが洗ってくれるだろう。自分では洗えない？毎日自分で洗えないなら精製水を使うことが推奨されてるの。でももし毎日自分で洗えるなら水道水でも問題ないって。それは水道水を使った方がいいな。自分で洗う。じゃあ水道水入れてきて。水を入れたら水タンクの蓋を閉めて CPAP 本体に戻して。はい、入った。加温加湿器を使うときは加湿レベルを設定してね。タッチスクリーンの加温加湿ボタンをタップしてオートまたは0から6までで選択するの。どれがいいかな。レベルが上がったらより加湿されるよ。一番最大で加湿するって時は6を押すってこと。じゃあわしは2にしておこうかな。そしたら2に合わせて最後に OK をタップしたら設定完了。何回かやってみて自分に合ったレベルに調整したらいいと思う。わかった。だけどここで注意点。加湿器を使用しないのに加湿レベルが0以外に設定されると空だきになって CPAP が故障しちゃうんだから。それは大変だ。じゃあ0にしておこうか。でもそれじゃ加湿されないからしっかり水を入れて使用すれば問題ないよ。わかった。なんか風が冷たいんだが、これはなんとかならんかな。ヒーターチューブの温度設定で調整できるよ。チューブ内の結露を防止するためにも
ヒーターチューブを温めることは効果的だね。ああ、それも調整できるのか。すごいな。ここまでが加温加湿器の使い方の説明だよ。れで CPAP の使い方は完璧じゃ。お手入れ方法は？お手入れ方法？毎日使うものだからしっかり清潔にしておかなきゃいけないんだよ。ああ、体に入ってくる空気が汚れちゃうもんな。というわけでお手入れやってみましょう。いや、とは言ったものの、何をどうしたら。じゃあ私がやってみるからしっかり見ててね。わかった。そんなんでいいのか？何が？いや、このアルコールとか使わなくていいのか？マスク使った後は汚れるだろう、皮脂とかがついて。アルコールを使うとシリコンが硬くなるからダメなの。だからアルコールを含まないウェットティッシュとか濡らした布で拭いてね。ああ、アルコールがダメなのか。そういうこと。よし、シリコン部分のお手入れ完了。なんだか簡単そうだな。まだあるよ。まだあるんか。毎日じゃなくていいけど1週間に1度マスクとチューブもお手入れするから、その方法も伝えておく。確かにチューブも汚れそうだな。どうするんだ？食器用の中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗って陰干しでよく乾かすの。それならわしにもできるな。任せろ。ほんと？そうだ、この背面フィルターも汚れそうだな。その通り。これは空気を取り込むときにホコリを取るものだけど、洗うことができないからたまにホコリを取って3ヶ月に1度交換してね。3ヶ月に1度だな。よしよし。あと加湿器も掃除しないとだろ。その通り。加温加湿器を使用した場合は水は毎日変えてね。水タンクも中性洗剤で洗ってね。わかった。よし。ダメだよ、水滴がついたまま戻したら。外側の水滴をちゃんと拭いてから CPAP 本体に戻してね。これは湿気湿気。よし。これでバッチリ。マスク、チューブ、フィルターは消耗品だから1年に1度新しいものがもらえるよ。わかった。でも水タンクは1年に1度の交換対象じゃないから、しっかり気をつけて使ってね。もし壊れた時は交換してもらえるはず。おじいちゃん、これ買ったの？違うんだ。CPAP は治療機器だから、医療機関から借りると保険診療の対象になるんだ。へえ、レンタルか。じゃあ定期的に医療機関に受診しないとだね。定期的に受診しないと料金が高くなるだろう。違うよ。定期的に受診しないとおじいちゃんの体の健康を持った適切な治療ができなくなるの。だから定期受診をするの。全部おじいちゃんの体のため。ことえ、いつまでも孫といるなら CPAP。説明は以上です。 CPAP を正しく使い、毎日の眠りをより良いものにしていきましょう。ご不明な点、お困りごとは CPAP サポート会社にお問い合わせください。